こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日もわさびの日本語相談室に来てくれてありがとうございます。ここでは皆さんからの質問を読んで日本語の使い方や文法を説明しています。さて、今日の質問はこちら。あるいはと、それともと、もしくはの使い分けや例文をお願いします。フダイファさん、ハイレベルな質問を送ってくれてありがとうございます。ということで、今日は、または、それとも、もしくは、あるいは、について勉強していきましょう。または、これは、2つか、それよりも多いチョイス、選択肢があって、その中のどれかを選ぶときに使います。A か B かのかと同じです。選べるものが多いときは A、B、C または D このように書くときれいです。これはジェネラルな表現です。フォーマルにもビジネスにも使えます。黒または青のペンで書いてください。電話またはメールでお知らせします。東京、大阪またはインターネットで買えます。それとも、これも2つ以上のチョイス、選択肢があってその中から選ぶときに使います。それともは、またはよりもカジュアルです。書類、フォーマルな文には使いません。それともは話している人がどちらかなと質問したいとき、わからないなぁと思っているとき、どちらがいいかなと迷っているときに使います。青かそれとも白かどっちにしよう迷う。日本語なのかそれとも中国語なのかわからないなぁ。お昼ラーメンでいい？それとも他に食べたいものある？これはそれともだけが持っているニュアンスです。なので黒かまたは青のペンで書いてください。これを黒かそれとも青のペンで書いてくださいと言い換えることはできません。それともを使うときは黒かそれとも青かどちらですかのようにわからないなぁと言いたいときに使います。ちなみにそれともをまたはに言い換えることはできます。でもまたは少しフォーマルな言葉です。なのでカジュアルな文に使うとそこだけ少し強い印象になります。カジュアルなシーンでどちらかなと質問したいとき、わからないのと思ったときはそれともを使うことをお勧めします。もしくは、これはまたはよりもフォーマルで少し硬い表現です。ゾンビと戦う、もしくは死ぬしかない。この文の場合、またはに置き換えることができますが、シリアスな感じが少し薄くなります。この場面では戦うか死ぬしかないと強く言っています。迷っているニュアンスはありませんよね。なので、それともを使うと変です。この文をカジュアルにしたい場合は、
それかを使えばいいでしょう。もちろん、かだけでも OK です。ゾンビと戦うか死ぬしかない。ゾンビと戦う。それか死ぬしかない。こんな感じです。これは、または、と言い換えることができます。黒、もしくは青のペンで書いてください。電話もしくはメールでお知らせします。東京、大阪、もしくはインターネットで買えます。またはよりも少し硬い表現です。もしくはには法律などの正式な文章を書くときに使う面白い文法のルールがあります。または選択肢が違うジャンルの時に使います。もしくは同じジャンル、同じチームの時に使います。例えば、円の罰金、または年の懲役、もしくは禁錮。このように大きいオアはまたは、小さいオアはもしくはのように使い分けます。普段の会話では大きいオア、小さいオアを気にしなくても大丈夫です。このルールは論文や企画書など文章を書くときにも使います。これを使うと伝えたいことがとてもクリアになります。例えば、旅行会社のプレゼンテーションです。今、日本旅行に行くなら、京都もしくは大阪に行く関西ツアー、または寿司、もしくは鍋が食べ放題の北海道ツアーがおすすめです。こんな感じです。この場合、大きいオアはツアーのタイトルです。関西ツアーか北海道ツアーをおすすめしています。小さいオアがあります。関西ツアーは何を選ぶことができますか？そうですね。行き先です。京都か大阪かを選ぶことができます。北海道ツアーはどうですか？そうです。食事です。寿司か鍋かを選ぶことができます。これが大きいオア、小さいオアです。そして、もしくはにはもう一つの使い方があります。もしかすると、ひょっとするとです。これはまだわからないけど、かもしれないの可能性があるという意味です。ちょっと考えながら、多分と言っているイメージですね。例えば、天気予報などで、午後から雨、もしくは雪が降る地域がありますと言ったりします。これは、午後は雨だけど、雪が降る可能性もありますよというニュアンスです。例えば、友達との会話です。あの子のこと好きなの？もしくはもう付き合ってるの？って聞くこともできます。でも、カジュアルな会話の時は、もしかして、ひょっとしてを使った方がいいですね。最後は、あるいはです。これは、もしくはと似ています。違いは、もしくはよりもカジュアルだということです。さっき紹介した例文です。午後から雨、あるいは雪が降る地域があります。このように言い換えることができます。この二つはほとんど同じです。
なのに、どうして別の言葉なのかというと、もしくは、これは漢語、中国から来た言葉です。あるいは、これは和語、昔からある日本の言葉です。では、今日紹介した4つをまとめてみましょう。または、ジェネラルです。一番普通の言葉です。日常会話からビジネスまでいろいろなシーンで使うことができます。それとも、カジュアルです。どちらかなと質問したいとき、わからないなぁと思っているとき、どちらがいいかなと迷っているときに使えます。もしくは、これは一番フォーマルです。法律でも使います。かもしれないの可能性があるという意味の副詞としても使えます。中国から来た言葉です。あるいは、もしくは、よりもカジュアルですが、それとも、よりはフォーマルです。副詞としても使えます。昔からある日本の言葉です。または、それとも、もしくは、あるいはの違いはわかりましたか？言い換えできる場合、できない場合がありましたね。文を読んだとき、日本語で話すとき、一つの言葉だけを見るのではなく、文を最後まで読んでみてください。そうすると、コンテクストがわかるはずです。皆さんも、または、それとも、もしくは、あるいは、を使ってみてくださいね。それでは、次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。